ヨジーズホビールーム。ヨジホビルームメイトの皆さんこんにちは。ガンプラ界隈に彗星のごとく現れた期待のルーキー、ヨジーズホビールームヨジです。早速ですが、本日制作するキットがこちら。ガンダムシードフリーダムよりライジングフリーダムガンダムの制作です。ガンダムシードデスティニーから約20年ぶりの新作で、数多くの話題を生んだ劇場版もついにフィナーレを迎えましたね。今回はキラヤマトが登場するライジングフリーダムガンダムをかっこよく仕上げちゃいましょう。本作からガンプラ改造に興味を持った方も多くいらっしゃると思いますので、この動画では基本工程も多めでお送りいたします。まずは仮組みから始めますので、ニッパーと切り離したパーツを保管するために100均の仕切りケースを使用します。あと一つ皆様にご紹介したいツールがあるのですが、この先プロモーションを含んでおりますので、苦手な方は飛ばしていただいて大丈夫です。こちらの製品はベンキューアイデアカム S1 プロ。ベンキュー様よりご提供いただいたので紹介させていただきます。ベンキューといえばパソコンの周辺機器を手掛けていて、特にゾーイシリーズのマウスやマウスパッド、モニターはプロのゲーマーたちも御用達で、大きな e スポーツの大会でも使用されていたり、ゲーマーの間では言わずと知れたメーカーさんです。そんなベンキューはゲーマーな一面もあるヨジの憧れのメーカーでもあります。そしてご提供いただいた製品がこちらのウェブカメラ。早速ガジェットレビューアーのごとくアンボックシング。この製品はただのウェブカメラではなくて、物撮りもできる手元実演カメラがコンセプトとのこと。これは楽しみです。まずこちらはカメラを操作する無線のコントローラー。エンスパイアという専用ソフトとセットで使うもので、ホイールを回してズームイン、アウト操作ができるほか、撮影ボタン、フォーカス、マイクのミュート、映像を停止できるフリーズボタンがついています。作業をして散らかったデスクではマウス操作ではなく、このコントローラーが活躍しそうです。こちらは専用のカメラマウント。10mm から 75mm のモニターの厚みに対応していて、内側には4分の1インチ規格のネジ穴があるので、三脚への取り付けも可能です。程よい重さとロック機能もしっかりしているので、モニターに取り付けても安定感があります。手元実演でカメラを手に持って使うときもワンタッチで脱着できるのが便利。そしてこちらがカメラ本体。憧れのメーカーのウェブカメラ。とりあえず香りチェック。ほぼ 4K 解像度が出る8メガピクセルのソニー製 CMOS センサー搭載で鮮明な映像を映せるほか、本体のボタン操作でライトのオンオフができるので、手元撮影時の光源確保もバッチリ。最後は15倍マクロレンズ。磁石で素早く取り付けができるところがポイント。カメラカバーも付属していて、こちらも磁石で付けられるのが嬉しいですね。以上がアイデアカム S1 プロの大まかなご紹介でした。手元撮影に力入れすぎちゃって、いい意味でウェブカメラやめちゃってますね。せっかく製品をご提供いただきましたし、ヨジホビの記念すべき初の企業様からのご依頼案件ですので、これはさすがに真面目に実演しなくてはいけません。ご担当者様見てる？もうこうなったらビルダーの前でも見せちゃおうかな。ほれほれや、よいしょ。大変失礼しました。それでは実際にアイデアカムを使ってみます。あ、やべ、着想。わ、めちゃくちゃ鮮明だ。もう一度言いますが、これウェブカメラですよ皆さん。15倍マクロレンズをつけて小さいプラモのパーツを見てみましょう。ピントも自動ですぐに合わせてくれますが、どうしても合わないときは手元のコントローラーですぐ調整できるのが便利すぎる。いろいろはかどりそうでテンション上がってきました。せっかくなのでヨジホビ愛用のニッパーの錆び具合でも見てもらいましょう。そしてマクロスコープといえばこれ。おまけにヨジホビの頭皮をじっくり。冗談はさておき、いいところばかりではなく、使ってみて気になったところも紹介しますね。こちらの映像は左側が専用アプリのエンスパイアで録画したもので、右側が MacBook の画面録画の映像。エンスパイアでの録画は少し画質が落ちるようで、ご担当者様に尋ねてみたところ、
パソコンのスペックなどにも依存するようで、録画の画質は変えられないみたいです。録画ではなく配信するときはどのようになるのか気になるので、今後じっくり検証してみようと思います。あとは付属のコントローラーはインスパイアでのみ機能するとのことなのですが、マクロ設定して他のソフトでも使えるようになれば最強だと思います。個人的には動画編集の時短として左手デバイスが喉から手が出るほど欲しいところですので、ご担当者様、ぜひアップデートでできるようにしてください。お願いします。お願いします。最後はわがままですが、マクロレンズ保管用の入れ物が欲しかったところですね。個人的に気になったのはこのくらいでしょうか。そういえば4時ホビ流の使い方を見つけたのですが、エンスパイアを使えばこのようにパーツを写した状態でフリーズボタンをポチッと、アプリ内のメモを併用して改造を始める前にイメージを書き込んでシミュレーションをする、こんな使い方もできるので、ウェブカメラのみではなく作業をする時のツールとしても優秀ですね。というわけでBenQアイデアカム S1 Pro をご紹介させていただきましたが、プラモビルダー仲間とオンラインでワイワイと制作会したりだとか、マクロレンズでテキストも見せられるのでデュエリストを募ってカードゲームしたりするにもぴったり。あ、ヨジホビ友達いなかった。まあそれは置いといて、ウェブカメラの垣根を越えたBenQアイデアカム S1 Pro、概要欄にもリンクがありますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。この後もアイデアカムで撮影した映像をちょいちょい挟んでいきますね。それでは本編に戻りまして、プラモデルの枠組みのことをランナーといって、このランナーのパーツから少し離れた場所をカットしたら、余ったところをご覧のように2度切りします。こうすれば綺麗に仕上がるのはもちろん、間違えてパーツを切ってしまうことも防げたりします。このパーツとランナーがつながったところはゲートと呼ばれています。切り離したパーツは仕切りケースに入れていって、どのランナーから切ったパーツか分かりやすくするためにランナータグを切って、これも仕切りケースに入れておきます。あとは組み立てていくだけですが、ガンプラの改造では組み立てと解体をめちゃくちゃ繰り返しますので、作業しやすいように一工夫加えます。こちらはフェイスパーツの一部。パーツ同士を噛み合わせるところにこのような山なりがあるのですが、この部分をデザインナイフでカットします。このようにゆるゆるになるくらいで OK。 ダボ穴というパーツを組み合わせる穴にもニッパーで切れ込みを入れておけば、パーツの取り外しも容易になります。ダボ穴だけにダボダン。最近のキットでは接着剤が不要なスナップフィットと呼ばれる形式がスタンダードになっているのですが、改造の際はこの工程が必須です。というわけでライジングフリーダム仮組みまでできました。見てください、めちゃくちゃかっこいいですよね。スタイルもいいし、腰の可動域もしっかりしているので、背中の重たいウィングを装着していても綺麗な S 字立ちを維持できるのは素晴らしい。足の付け根のフレーム部分は成型色がグレーになっているので、それが影響して少し太ももが短く見えるような気がします。外装と同じホワイトで塗ってしまえば派手なスタイリング変更をせずに済みそうです。前回のキャリバーン製作はなかなかのカロリーだったので、今回はちょい足し改造で仕上げていきましょう。改造。それでは手始めに改造しやすいように解体しておきます。まずは腰部フロントアーマー。ハイグレードシリーズのフロントアーマーは左右が一体になって成形されていることが多いので、真ん中をニッパーでカットします。いかにも切ってほしそうな見た目をしている割には、この工程は説明書には載っていないことが多いのですが、ライフリの説明書にはお好みで切り離しますって書いてあって、なんか感動しました。このようにカットすると左右それぞれ独立して動くようになります。だいたい仮組みの段階で処理しちゃう部分ですね。次にアンテナをシャープ化します。このようにハイグレードシリーズにはアンテナの先端に安全対策としてフラッグがついています。これをカットしてシャープにしていきましょう。ニッパーを使って少しフラッグが残るぐらいにカットします。残っている分はヤスリで削ればいいですが、
切りすぎてしまうと直す手間が増えてしまうので慎重に作業します。余った部分はヤスリがけして平面にしていきます。最初に400番のヤスリでガシガシ削って、その次に600番で整えます。これは短い方のアンテナですが、右側が施工前で左側が施工後。角を削って内側にかけて面を出していくようなイメージで削り込んで、ここまで薄くしていきます。先端は角度をつけてニッパーで切ってあります。真ん中のこの角の部分を削って面を出して、よりシャープな印象にしてみます。真ん中の赤いところは少し出っ張りが気になったので、ここも削ります。できたものがこちら。赤い部分なんか特に小さいので施工が大変でしたが、その甲斐あっていい感じになりました。次に合わせ目を処理していきます。合わせ目というのはその名の通り、パーツを合わせた時に発生する線で、この線を隠すことでよりリアルな印象になります。ショルダーアーマー、脚部と頭部、ビームライフルとレールガンに合わせ目処理をしていきます。合わせ目に接着剤を散布して削れば線が消えるというシンプルな作業。しかし脚部の構造上、そのまま接着すると関節と収納可能なウィングが外せず塗装が大変になるので、後からはめ込んで取り付けできるように後はめ加工をしていきます。膝関節のこの部分をホビーソーなどでアルファベットの C の形になるように切ります。試しにはめてみるとこんな感じ。しっかりはめると接着した後に外せなくなります。塗装が終わるまで我慢ですね。挟み込むタイプのウィングはピンを半分くらいにカットして、隙間に入るくらいにこのピンを削ります。失敗しました。薄く削りすぎてしまったのか、プラプラになってしまいましたね。磁石に置き換えてみたり、いろいろ方法がありそうですが、この隙間が気になっちゃうので後で考えましょう。いよいよ接着ですが、まずピンをカットしてから合わせ目にタミヤセメントを塗って接着します。タミヤセメントは瞬間接着剤とは違い、プラを溶かして接着するという性質なので、はみ出た接着剤を削れば平面になって、結果合わせ目が消えるということです。ショルダーアーマーも同じように後はめ加工をするのですが、こちらのスラスターも先ほどの脚部のウィングのように挟み込みタイプですので、同じ手法だとプラプラになってしまいました。ここはやり方を変えましょう。接続ピンを完全に切って、そこに穴を開けます。ネオジム磁石を設置して接着剤で固定してあげる。失敗しました。なぜかパーツが粉々に砕けてしまいました。もしかしたら穴を開けた影響で薄くなりすぎたのかもしれませんね。ですがご安心を。合わせ目消しと同じ要領で割れたパーツ同士をタミヤセメントで接着して削れば解決です。頭部の後はめ加工はメインカメラとカメラアイを切り離して、カメラアイを後からはめられるようにします。マスク部分は干渉するところを片っ端からカットします。うまくはまるかチェックしたらヘルメットも接着。あとは接着剤が硬化した後にヤスリで削って合わせ目消しは完了です。ヤスリがけのついでにゲート残りと引けもヤスリがけで処理します。引けというのはご覧のようにパーツの表面がへこんでいるところ。ヤスリをかけてみると分かりやすいですが、このようにヤスリが届いていないところは大きくへこんでいるところです。艶消しのトップコートを吹けばあまり目立たないですが、メタリックな色や艶のある塗装をするとめちゃくちゃ目立つやつですね。基本工程はここら辺まで。この後に筋彫りなどもありますので、全体へのヤスリがけは後ほどまとめてやります。よしほび。続いて先ほどのふくらはぎあたりの隙間を処理します。ウイングをつけない代わりにここはエポキシパテで埋めてしまいます。パテが完全に硬化したらヤスリで削ります。パテが少し余ったのでコックピットハッチあたりの赤い部分の空洞も埋めました。次にフリーダムといえばこのアクティブエアロエラスティックウィング、略して翼。この翼の先端を尖らせたいのですが、方法の一つにこちら側の面を削って尖らせていく方法と、もう一つ思いついたのでやってみます。角度をつけてニッパーで先端を切る。刃を研ぐように角を削って面を出すだけ。右が施工前で左が施工後。いい感じです。
めちゃくちゃ鋭利になりました。バックパック中央のウィングもこのように角を削って面を出しました。同じような感じでショルダーアーマーにも面を出します。どうでしょうか。雰囲気めっちゃ変わりますよね。これが肩で風を切るってやつですね。次はパネルラインの彫り直しです。溝になっているところに沿って刃先 0.15mm のラインスクライバーというツールを使って彫っていきます。この作業をしておけば墨入れ塗料を流し込んだ時にスムーズに塗料が流れていきます。墨入れ塗料を拭き取る時も余分に拭き取りすぎてしまうということがなくなるので線がはっきりするんですよね。おまけにマスキングテープを切る時も溝がいい感じにガイドになって切りやすい。これも結構でかい。こちらはパーティングラインという線、金型で成形する以上どうしても発生してしまいます。これはヤスリがけで平面にしてしまうか、ここはディテールにしちゃっても大丈夫そうです。いい具合にパーティングラインがガイドになるので線に沿って彫っていく。右側がヤスリがけしたものと左が筋彫りしたものです。今回は筋彫りする方法を採用いたしました。それではこのまま筋彫りのパートへ行きます。シャーペンで思いついたデザインを下書きしていきます。筋彫りガイドテープという厚みのあるテープを貼ったらそれに沿って彫っていきます。曲面は柔軟性のある日板というメーカーのクリアラインテープが使いやすいです。筋彫りが終わったパーツがこんな感じ。よじほびは筋彫りが苦手でめっちゃミスりまくってますが、瞬間接着パテで修正できるのでひたすらトライするまで。ちなみにこれは太もものパーツですが、腕のパーツと合わせて真ん中にビシッと直線に入ったモールドを瞬間接着パテで埋めました。足首はこんな感じ。この一部色が違うところはウェーブさんというメーカーの 0.3mm のメモリ付きプラ板を貼りました。ただ貼るだけではなく、このディテールに沿って筋彫りも合わせるとより説得力が増します。ショルダーアーマーにも胴体側にプラ板を貼って立体感を出してみました。腕はこんな感じ。情報量が増えて実に満足であります。次にこちらのプラ角材を使ってレッドチップというディテールを作っていきます。このようにデザインナイフで小さく切ります。こいつ動くぞ。こちらを筋彫りしておいたモールドに入れ込むだけ。モールドは 0.3mm のラインスクライバーで彫ってあります。これを応用して胴体の胸部にはエアロフィンのようなディテールを追加します。このおむすびのようなパーツはプラ板から切り出したもので、コックピットハッチのこの部分が寂しかったのでここに取り付けます。脚部は足首のあたりにエポキシパテを盛り付けてディテールの形状を変えてみました。ふくらはぎのパテを盛り付けたところもそのままでは寂しかったので、ラインスクライバーで溝を掘ってそこにプラ板で自作したパーツをはめてエアロフィンのようにしました。腰部フロントアーマーは少し長めの方が好みなので、ホビーソーでカットして 1mm のプラ板を2枚挟んで延長しました。以上でちょい足し改造は完了したので塗装に移ります。全塗装。さてさて、お待ちかねの塗装のお時間ですよっと。ライフリといえば綺麗なブルーが特徴的だよな。ああ、コバルトブルー切らしちゃってるじゃん。さてどうしたものか。待てよ、オレンジ系が潤沢にあるからこれを生かしてベステンフルス、略して西川カラーにしよう。というわけでいつもながらメタリック系から塗装します。下地には光沢のある EX ブラックを塗装して、内部フレームなどのアクセントカラーにダークステンレスシルバーを塗装します。フレームの大部分はガンメタル。黄色のブレードアンテナにはスターブライトゴールドを塗装します。翼と一部の色分けにヘキサブラック、少し青みがかった感じがグッドです。赤く塗装したパーツに赤く塗ったレッドチップというのは薄塩味のポテチに塩を振るようなものです。ここは自身で調色したよじほびグリーンで塗装して目立たせます。オレンジの色分けにこちらも自身で調色したよじほびオレンジを塗装。色分けするところはマスキングテープを貼ってパネルラインに沿って切っていきます。オレンジのメインカラーは灯光色。腰ブロックなど一部にエバレット、
ブライトレッドよりも気持ち明るいレッドです。レッドの色分けに自身で朝食した4時ホビブラッディレッドを塗装します。なんかネーミングいいな。塗り分けが終わったものはどんどんマスキングを剥がしていきます。赤と銀ってすごくウルトラマンな感じがしますね。オレンジに塗装したパーツもいい感じですね。ここ最近は1つのパーツに対して4色から5色とか塗ったりすることもあったので、今回はかなり抑えめです。思うんですが、マスターグレードはパーツが多い分緻密に色分けされているので塗装が楽ですが、ハイグレードはパーツが少ない分マスキング作業が増えるので、作業量で言えば五分五分。ハイグレードってこれ実質マスターグレードですよね。次にレールガンやショルダーアーマーの一部にニュートラルグレー3、ホワイトの部分の色分けにニュートラルグレー2、ホワイトの大部分はニュートラルグレー1を塗装します。ビームライフルのマスキング途中までやったんですが、楽できるところは楽しちゃいましょう。そこで用意したのがキット付属のシール。これをマスキングしたいところに貼るだけ。マステを切る手間が省けるのでかなりの時短になります。ホワイトの塗装が終わったのでマステを剥がしていきます。キット付属のシールでマスキングしたビームライフル。シールだと糊が残ってしまうのでジッポーオイルで拭き取ります。シール糊を落とすときはジッポーオイル。これ有名なライフハックですよね。4時ホビの学生時代の黒歴史もこれで落ちないかな。動画をご覧の皆さんこんにちは。カメラやセンサー類は絶対光らせたいマンの4時ホビです。蛍光カラーで塗装する場合はマスキングにかなりの時間がかかってしまうので、ここでも楽しちゃいましょう。カメラ類の大半はキット付属のシールにも含まれているので、使うところをカットして塗装します。インパルス砲のこの部分はシールがないので自作します。自作といってもシールの余白を切って塗装するだけ。カメラやセンサー類には蛍光ブルーを、ハイネ仕様のデスティニーガンダムは光の翼やビーム類もオレンジに発光するらしいですが、細けいことあり。ビームサーベルなどは蛍光ピンクで塗装。ビームシールドもそうですが白でグラデーションをかけました。仕上げ。塗装が終わったので仕上げに移ります。まずは墨入れから。パネルラインの彫り直しがここに来て効力を発揮します。塗料の流れやすさがいいし、拭き取りもめっちゃ楽です。次にチップたちを貼り付けていきます。接着剤には最近導入した最高の相棒タミヤクラフトボンドを使います。めっちゃピンボケしてますが、ボンドをちょこっとつけて貼り付ける。こんな感じ。やはり差し色にレッドチップはめっちゃいい。続いてデカールを貼ります。市販のガンダムシードシリーズのデカールと RB コーションデカールを貼ります。貼りたいデカールを切り出してしばらく水に浸す。その間に貼りたい場所にマークセッターというデカールのりをちょこんと塗っておく。デカールを台紙から剥がしてデカールをセットしたら、綿棒などで外側から反対側に向けて徐々に水分を押し出していくイメージで。デカール貼りも終わったので、この段階で艶消しのトップコートを拭きます。艶消しはミスターカラーのスーパースムースクリアを塗装しました。ここで先ほど蛍光塗料で塗装しておいたシールを貼っていきます。カメラアイは蛍光塗装した後に上からエナメルブラックを塗装しておいたので、溶剤を含ませた綿棒で慎重に拭き取る。最後にメタリックで塗装したチップやおにぎりモールドをクラフトボンドでくっつける。あとは最後の組み立てですが、組み立て中にパーツが破損したりいろいろありました。このパートをいつもお楽しみにされている方もいらっしゃる中、申し訳ございませんが、動画の尺が長くなりすぎてしまったのでカットでーす。皆様大変お待たせいたしました。これにてライジングフリーダムガンダムハイネベステンフルスカスタム、ここにロールアウト。戦場に突如現れた一機の機影。その場に居合わせた兵から叫ばれる機体の名はフリーダム。しかし橙色のその機体に宿るは宿敵を前に散った卑怯の亡霊か。
というわけで完成しましたライジングフリーダムガンダムハイネ・ベステンフルスカスタムです。十分スタイルのいいキットですので、大掛かりなスタイリング変更はせず、フロントアーマーを少し延長した程度、手当たり次第ではなかったものの、筋彫りもディテール追加もあっさりめに仕上げてみました。中でも各所に追加したカラーチップがいいアクセントになったように感じます。カラーリングはデスティニーガンダムのハイネ専用機を参考に塗装してみました。メタリックにはめったに艶消しを吹かない派のヨジーですが、ダークステンレスシルバーで塗装した翼のラインは艶消しにしてみました。艶消しのメタリックも落ち着きがあってかっこいいことに気づいたので、今後いろいろ試したいところです。以上、ガンダムシードフリーダムに登場するライジングフリーダムをハイネ専用機にカスタムしてみたでした。キラもアスランも不死身なのでハイネが生きていたなんて世界線もありそうですが、あの去り際だからこそ愛され続けている理由の一つでもあると思うので、このライフリに乗っているのはハイネ本人ではなく、ハイネの戦闘データや性格がインストールされた AI が操縦しているという設定で妄想がはかどります。今回の動画では本作を通じてガンプラ改造に興味を持った方にも楽しんでいただけるよう、基本工作も多めでお送りいたしましたが、疑問点などもあればどしどしコメントをいただけると幸いでございます。そして今回はありがたいことに憧れのメーカーであるベンキューさんに製品をご提供いただき紹介させていただきましたが、今回のアイデアカム以外にもパソコン周辺機器を多く手掛けていて、ビルダー視点で言うとデスクで手元を照らしてくれるモニターライトあたりも注目製品の一つです。概要欄にホームページのリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。それではこの動画が面白いと感じた方はグッドボタンを、チャンネル登録がまだの方は動画右下のチャンネル登録の赤いボタンとベルマークの通知チェックを。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。次は何を作ろうかな。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See ya! ヨジー装備ルーム